すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、今年一の期待の新店と言われていたお店、こちらです。ドン。京王線柴崎駅から徒歩5分くらいのところにあります手打ち麺祭亀井さんにお邪魔してます。こちら亀井さんは今年の6月にオープンした新店で、蒲田の超人気店である煮干しつけ麺宮本出身の店主さんが若くして独立したお店です。注文を受けてから麺を打つ打ちたて切りたての麺と、店主さんの奥さんであるね、通称メンマさんが作る極上のメンマも非常に気になりますということで、もちろんね、メンマ以外もこだわり抜いた全てが手作りの一杯。今年の新店の中でも非常に期待しているお店ということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、というわけで手打ち麺祭亀井さんですね。珍しいですよね、この手打ち麺祭っていう店名。麺どころとか、あとラーメンどこどことか結構あるんですけど、なんか手打ち麺祭っていうのはすごく新しくていいですよね。麺祭りっていう小麦粉を使ってるらしくて、それをね店名に使ったとか使ってないとかみたいな話もありつつ、何件かねちょっとコメントがまた来ておりましたので読ませていただきます。府中にある中華そば福耳に行ってください。リニューアルしてます、お願いしますということで。あ、そうなんだ。福耳さん以前ね行ってめちゃくちゃ美味しかったので、ちょっとまたすすりに行きたいですね。リニューアルどんな感じでしたんだろう。あそこももう住宅街の真ん中みたいなところにあるのにめちゃくちゃ並んでますからね。やっぱああいうお店がね、ほんと真の地元に愛される名店というか、そういう雰囲気があったんで、福耳さんちょっとまた行きたいと思います。そして299さん、駒沢大学の岡本行ってほしい。武道家で修行されてた方で、武道家店主の岡本さんから名前もらったお店らしいよ。武道家店主の岡本さんという方から店名をもらったんだ。そうなんですね。そう、まだ岡本さん行けてなくてね、ちょっと行きたいなと思ってたんですけど、この間ねちょうど駒沢公園のラーメンフェスタ行った時も、まあちょっともしかしたら寄りたいなとか思ってたんですけど、さすがにちょっとラーメンフェスタで5杯食べちゃったんで、もうその後はいけないなって感じになっちゃったんですけど、ちょっといつかまた時間を作ってね、岡本さんにも行きたいですね、家系ラーメン。そしてロメウジーニョさん、ずるずる。高田馬場俺の空ってとこ昔有名だったけど、まだあるんかな。ここありますよ、まだ。高田馬場にもあるし、新宿にもあったりとか、結構いろんな場所に展開してたのかな。新宿店で店員さんがちょっと喧嘩してたの見て、あんまり行きたくないですね。やっぱ大学生の時はねめっちゃ好きでした、俺の空。さすがにラーメンとか油そばとかつけ麺全部好きだったな。大学生の時めっちゃ行ってた。もう行かなくなっちゃいましたね。もうね、昔はやっぱだから豚骨魚介ラーメンつけ麺とかってすごくブームだったんですよ、一時期。やっぱその時期はやっぱり長蛇の列だったみたいですね、やっぱ。KH さん、前もコメントしたけど、浦和の鶏そば一茶行ってほしい、マジうまい。そう、一茶さんね動画 NG なんですよね。昔一回行ったことありまして、うまかったです。もうあっさりの鶏そば食べたんですけどめっちゃ美味しかった。澄んだスープで鶏ガラ味で。そう、ダメなんですよ。なぜか NG なんですよね。結構最近2年前ぐらいに行ってダメだったんで、多分ダメなんでしょうね、多分動画は。はい。かすする TV が嫌われてるかどっちかですね。はい。というわけで着きました。というわけで手打ち麺祭亀井さん、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、手打ち麺祭亀井さん、ショーケースです。今回は醤油手打ち中華そばと気まぐれ肉ご飯のセットに、トライ汁なし新人部門にランクインしていた油そばも2段構えでプッシュ。本日の気まぐれ肉ご飯はホグチャー丼だそうです。亀井さんでは注文を受けてから麺を打ち、その場で手切りしているとのことで、その様子も見させていただきました。こちらはお店の外から見ることができるので、行列に並んでいる最中でも楽しむことができます。店内には至る所に亀が隠れており、可愛い装飾にキュンとしながら打ちたての麺に期待して待ってるだ。こちらが手打ち麺祭亀井さんの醤油手打ち中華そば気まぐれ肉ご飯セットです。フレイ。亀をイメージした緑色の丼にはトッピングが所狭しと並べられており、個性たっぷりな分厚いメンマや緑色のワンタンも目を引く一品で、手打ち麺だけじゃなく様々な具材にもこだわりを感じる一杯。いただきます。まずはスープから。そわん。鶏、豚などの動物系をベースにほんのり鴨の香りを感じ、滋味深くじんわりと旨味が広がっていく優しい味わい。穏やかな醤油だれと昆布などの風味も感じられ、パンチのあるタイプではありませんが、一口飲むごとに染み渡っていく美味しさです。そんなスープの中から先ほど手切りされたばかりの極太手打ち麺を引き上げ、よっしゃ、そろそろドラン。
ブルブルと暴れる強靭なすすり心地で噛めばもんちりニョキッと、これまた力強い食感。店名にもなっているうどん粉麺祭りという粉を使用した超高水麺なだけあって、そのインパクトは抜群で、この麺は亀井さんにしか出せない唯一無二のすんごい麺。ハイドロポンプを顔面に食らったかのような衝撃を受けながらブリンブリンな麺を楽しんでいきます。こりゃトッピングにも期待大だぞってことで、まずはチャーシューを食らってみると、しっとりジューシーな肩ロースは低温調理で柔らかく仕上がっており、鴨肉の方はプリンと弾力があり肉感強めな美味しさ。そして先ほどから気になっていた分厚いブロック型のメンマは見た目に反してサクッと噛み切れてしまう食感で、こちらもオンリーワンな個性抜群のトッピングです。このメンマはなんと10日以上かけてゆっくりじっくり仕込んでいるとのことで、メンマ増しで頼むお客さんが多いのもうなずけます。緑色のワンタンは皮に抹茶が練り込まれており、もっちりと力強い食感がたまりません。一通りトッピングを楽しんだら、お次はセットのほぐちゃ丼。こちらは味の染みた柔らかなほぐしチャーシューに卵黄を乗せたシンプルな丼ながら、スープと合わせてぐいぐいと米が進む一杯。丼物は日替わりで毎日異なるメニューを楽しむことができるそうで、寒い季節も殻にこもってないで毎日でも足を運びたいところです。一通りトッピングを楽しんだ後にスープに戻ると、序盤よりも力強さを増し、クレッシェンド的な旨味があり伸びのあるスープだと感じました。最後は亀井の家紋が押された燻製風味の味玉を食べ完食です。そして続いて2杯目、こちらも人気メニューの油そばです。大きめの豚ステーキがドドンと乗った存在感抜群なビジュアルで、よく通う常連さんたちはもう油そばしか食べないという方もいるくらい隠れた人気メニューとのこと。濃厚な卵黄を崩しながら全体を混ぜていき、しっかりとタレを絡め、せーのでスースルほれー。こちらも醤油だれの味わいは優しめで、その分麺の美味しさをダイレクトに楽しめます。チー油と卵黄によるまろやかさもあって、次から次へとすすることができ、スープに浸っている麺よりもより強いコシを感じることができます。やはりこの手打ち麺の個性は鉄壁級で、この麺をすすりに来るだけでも価値がありそうです。油そばに付属していたスープを飲んでみると、これがびっくりする美味しさで、いりこの風味をたっぷりと感じる和風のだし感ビシビシな本格的なもの。つけ麺風に麺をくぐらせても美味しくいただけるので、こちらのスープも要チェックですよ。豚ステーキは提供前に炙られており、分厚く超ビッグサイズながら柔らかいジューシーな味わいで肉感もバッチリです。そんなこんなで油そばも箸が止まらず、美味しいスープと合わせて完食です。大変美味しくすすれました。唯一無二な麺を存分に楽しめ、これからも進化が楽しみなラーメン油そばでした。それではこそれ。はい、ごちそうさまでした。手打ち麺祭亀井さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。大満足でした。まず提供前に麺をこねて、そして麺を切って、その場でだから普段は結構行列してる感じなんですけど、行列している間もね、外から見れるので麺を売ってるところを、そこを見てなんか行列を退屈させないエンターテインメントというかパフォーマンス感、あれはほんと尊敬ですね。注文が入ってから打って切ってなので、1日何回動きをしてるのかっていう感じで、相当力を入れないと明太っていう小麦のね塊みたいなあれがちゃんと伸びていかないらしいんで、それをもう惜しみなくね、ほんと一個一個すっごいしっかり力入れて作ってたので、店主の亀井さんでまだまだ全然若い方なんですけど、マジで尊敬するなっていう、パフォーマンスを見てからラーメンを食べるともうなんか全部めちゃくちゃ美味しく感じましたね。はい、やっぱり亀井さんがね目の前で打ってた手打ちの麺、もちもちビロンと口の中で暴れる力強い食感で、なんかラーメンからね若さを感じるというか、なんかエネルギッシュなほんとパワーをもらえるようなラーメンでしたね。店内も結構緑の装飾にこだわったんですけど、ワンタンにもね抹茶を練り込んで緑色にしたりとか、亀好きの方にもねぜひぜひちょっとおすすめしたお店でしたね。油そばの方は麺の風味とか食感をねよりダイレクトに楽しめるんで、手打ち麺をねより味わいたいっていう方は油そばの方がいいかもしれないです。あとね油そばについてくるお口直しのスープって言われて出されたスープがあったんですけど、スープがめちゃくちゃ美味しかったですね。あれなんだったんだよスープ。魚介の風味もねしっかり立ちつつ、醤油感もしっかりやってみたいな感じで、スープもめちゃくちゃ美味しかった。京王線沿いにねまた名店が一つ誕生ということで、もうまだまだね店主さんご夫婦若い方々なので、これからもねしっかりと応援して見守っていきたいと強く思いましたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、手打ち麺祭亀井さん、
手打ちライブまさにメンサイヤー、すっごい迫力でしたね。毎回あれやってみたいですからね、すごい。